さいたま市大宮盆栽美術館にて5月26日から6月4日までの10日間、磯部緑園協力による第8回目となるさつき盆栽展が開催されました。当イベントはコロナ禍で2度の中止を余儀なくされ、昨年は手探りでの再開、今年ようやくコロナ以前の規模で開催することができました。さて、会場には入り口を入ってすぐのロビー展示を含め全9席の展示スペースがあります。ゆったりとした展示は盆栽一点一点をじっくり鑑賞でき、添えられた展示品の解説文書とともにさつき盆栽の理解を深めることができます。期間中一度の展示会を行い、全18席のさつき盆栽が展示されました。今回のテーマはさつきの樹形図全種類、値上がり、石付き、特賞、中品、大品、盆葉などさつきのさまざまな樹形やサイズが展示されました。すべての作品をご紹介します。また今回より最終日の磯部茂雄氏による花物手入れデモンストレーションも再開しましたので、その模様もご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。期待を胸に美術館に入ると、まずは花物と呼ばれる新星が出迎えてくれます。1メートルを超えるクリスマスツリーのような樹形に木が見えなくなるほど咲き誇ったさつきです。さつきの花を見るための独特の仕立てです。回転台に乗せてどこからでも綺麗な花が堪能できます。展示スペースは黒を基調としたモダンな展示台が5席、伝統的な床の間飾りが3席あります。まずはモダンな展示スペースに飾られた火の塚さです。緩やかな動きを伴った文人木と呼ばれる樹形。文人木の定義はそれぞれの解釈があるようで難しいのですが、細くておしゃれな木といった感じです。そこに木の古さが伴うとお酒が飲める木になります。本樹は古さを伴った幹と生命力を感じる黄色の花、そしてシックな鉢色との対比が楽しめる仕立てです。続いて白麗と菊姫との2点飾り。初夏に向かうさつきの時期、涼しさを感じる真っ白な白麗が夏の暑さを忘れさせてくれます。この飾り両方とも値上がり樹形です。花色の違い、大きさの違いなど同じ値上がりであってもさつきの多様性を感じさせます。作者の遊び心が現れた一石です。こちらは金彩と白梅の2点飾り。ここでは花の形の違いを楽しみます。さつきの中でも屈指の変わり花であり、彩咲きと呼ばれる金彩。時折普通の五弁花も咲きますが、ごく細い花弁が特徴です。一方、白梅は梅の花のような端正な花形が特徴。花だけを見るととても同じさつきとは思えません。また金彩のオーソドックスな樹形と白梅の手軽な樹形との対比も面白いです。次は光輪、正統派な樹形です。サイズも決して大きくはないのですが、見ていただきたいのはこの粘り。40年近く鉢で持ち込んでこの粘りを作っています。畑でのびのびと培養していたのではこのような裾の広がった粘りは作れません。長い年月が凝縮された樹形です。一方でこの大阪月は畑で作られた株立ち樹形です。畑といってもお茶畑の脇の土手にあったような木で、根元から何本も幹が立ち上がるさつき本来の樹形をしています。これを盆栽として仕立てています。先ほどの鉢で長年持ち込んだ光輪と比較すると樹形の雰囲気が違うのはもちろん、枝一本一本の仕立ても異なっており、素材によるさつきの表現の幅の広さが感じられます。このような自然樹形を盆栽としてまとめるのは難しいのですが、その仕立てる過程、悩んでいる最中も楽しみの一つだといいます。続いて床の間飾り。これは一生の春、古くから花を見る品種として知られてきた品種ですが、時代とともに太さを増し盆栽として開削された木も見かけるようになりました。その中でもかなり太い素材である本樹は立ち上がりの右流れから長く伸ばした右一の枝への動きに躍動感を感じます。大輪の優しい花色と金葉と呼ばれる淡いブルーの鉢色との対比も華やかな一鉢です。次はちょっと一息つける軽い印象の石飾り。日光の盆葉木です。盆葉木はさつき独特の樹形で、簡単に言うと細い苗木から仕立てた作品です。しかしこの粘りを見ればわかる通り、持ち込みのかなり古い木です。枝の仕立ても少し特徴があり、大きな樹幹の中から一本の落ち枝を出し樹形に変化を出しています。まるで雨宿りをしているようにも見え、細くても味わいのある木です。前半の最後は太幹の日光。先ほどの細幹の日光とは打って変わってどっしりとした力強さと迫力を持った木です。粘りや立ち上がりの荒々しさという木の持つ魅力に加え、動きのある枝元を見せる仕立てをすることでさつき盆栽としての貫禄を見せつけています。格の高い床の間において
飾り映えする一品。過去に国風盆栽展にも入選した木です。ここで全店展示会を行いました。後半ロビーに展示されたのは太幹の樹高。垢抜けた色彩で盆栽品種の中でも人気の高い品種。その樹高の中でも抜群に花芸の良い作品です。花色の濃淡や絞り芸の量、アクセントとなる濃色の花のバランスなど火の打ちどころがありません。花の咲かせ方も完璧と言えるでしょう。そしてこの太幹、粘り、さつき盆栽の憧れを表したような作品です。次に火おどし、燃えるような紅色が特徴の品種です。火おどしとは火色に染められた鎧兜という意味。その発色には男性的な力強さを感じます。華奢な細幹の文人木とのアンバランスさ、花色と鉢色の対比など作者の遊び心が感じられる作品です。昨年のロビーに展示されていた石付きの松並、昭和初期かもしくはそれ以前に石につけられたと思われ、さつき盆栽の中でも最古クラスの石付き作品。しかもつけられているのは太りにくい品種の代表ともいえる松並。大変貴重な素材であるとともに手入れも行き届いた力作です。石付き作品は石によって木が温められ、今年のような暖かな気候ですと花の進みが早くなります。遅咲きの松並がまさに見頃になっています。佐藤錦、さくらんぼのような品種名ですが、佐藤さんによる登録品種です。端正で小ぶりな花は日光の色違いのような印象です。古さのある木ですが、四方に伸びる株立ち状の細幹はどのようにまとめるか作者を悩ませる素材です。磯部氏は素材の動きに逆らわず、いわゆる木なりに作り、吹き流しの県外樹形にまとめました。輪郭をまとめすぎないことで自然な雰囲気を残しています。支流の舞、古くから知られる品種で幹の太りも良いことから太幹の盆栽の定番的品種。その中で本作品は中品サイズに抑え、大きくなりたがる本種をうまくコントロールしています。幹の太さに対する葉張りのバランスもとても良いです。この粘り、この8サイズで左に寄せて植えようとする作者のこだわりに感服します。椿山と葵の輝きの2点飾り。太い木、大きい木だけが盆栽ではありません。日々水をやり、伸びた枝を剪定して1年間の成果として花を咲かせてくれるさつきは盆栽趣味の醍醐味を明確に味わうことができます。そんな嬉しさを展示会という晴れ舞台に色対比の良いブルーの鉢に衣装替えして飾る。育てる楽しみ、飾る楽しみが詰まった一石です。ただしこの椿山、挿し目から30年から40年は経っていると思われる古木です。鉢持ち込みが古く、幹がよく締まっています。主演、さつきとしての品種登録はまだ最近ですが、さつきの野生種の選別種、中部地方から産出されたいわゆる山取りされた素材で、天然のさつきを盆栽に仕立てたもの。岩の間から掘り出したと言われる素材で、野趣にあふれた立ち上がりの魅力はそのままにさつき盆栽らしい枝作りで仕立てています。さつきの素材は挿し目から作ったものや庭木や土手に植えてあったもの、つまり人の手によって作られたものがほぼ全てです。自然から採れた大変貴重な盆栽です。薫風、軽やかな相関樹形。相関樹形には幹の大きさや太さの関係から夫婦や親子と表現されますが、これは親子の相関樹形。強い日差しからか、または雨に濡れないようにか、子を守る献身的な親の姿を表しています。優しい色合いの花、特徴的な丸葉で人気のある品種です。若恵比寿、重量級で迫力ある大盆栽。輪郭の整った仕立ては見ていて気持ちよく、これぞ盆栽と感じさせます。これだけの盆栽ですが、彩り、華やかさを演出でき、また秋には荘厳な雰囲気をまとえるなど、四季の姿をこれだけ明確に感じ取れるのは数ある盆栽樹種の中でもさつきだけです。いかがだったでしょうか。10日間の展示会で全18作品、さまざまな品種、樹形を楽しめる展示会でした。最後に展示会最終日に行われた花物盆栽の手入れデモンストレーションをダイジェストでご覧ください。今日のデモンストレーションはですね、磯部さんと磯部さんのご子息の大地さんと吉松さん、チーム磯部ということでですね、デモンストレーションに披露いただきます。まず入り口の方で、これは前期の方で飾らせていて、この写真があるんですけども、新生という羽になっております。この新生は実は4年前に飾らせて、5年前に同じ場所に飾らせていただきまして、新芽を持ち帰ってご自宅でついた木がこれです。で、初めて親子で再会ということで、非常にこの広さ、この色です。
このように簡単に刺し目をしますと、つきますので、どうか、皆さん今日、刺し目を手入れをしますので、その枝を持ってティッシュでくるんで保湿をして持ち帰って、刺せば、5本に1本は必ずと言っていいほどつくと思いますので、楽しんでやってください。そうですね、時間の都合上、お手が空いてる方がいらっしゃいましたら、花取りを手伝っていただいたらありがたいので、よろしくお願いします。はい。はい。ですと1500輪ぐらい、1000から2000円、ここで行う一通りこれが花を取るという作業の段階です。で早速来年に向けて花物手入れということで手入れをいたしますけども、基本的にはその元っ葉というのはここにあるんです。これ伸びてます。で先ほどここにおしべがめしをやってここに花が咲いてます。基本的に現状維持、このままこの形でよろしいかなと思うときは元っ葉、これが元ですね。新芽伸びた部分を取る。そうしますとここからまた芽が出てそこに花が咲きます。であと自分が、ここ白出てる白のところがもう少し欲しいなって言った場合、元っ葉ではなくこのまず4つ出てる2つ2目2葉とこういうふうに伸ばす。現状維持で良ければ元っ葉、ここを伸ばしたい、今ちょうどこれですね、この白がもう少し受け欲しいなと思ったらこれ白で、先ほど言いましたけど、この刺し目で継いだということは、皆さんがどの目を持ち帰るということは手入れしますね。手入れしてこの目を軽く手で取れますので、ここを皆さん少しナイフで取ってあげるとちょっとより一層芽が出やすいので、これを刺してみるとよろしいかと思います。はい、そうです。はい。毎年来てね。少し大きめのアーティストがよろしいかと思いますね。さつき作る赤玉で言えば最初の要するに赤玉とということで、今回のデモンストレーションはこれを使って終了させていただきます。本日忙しいところありがとうございました。手で取っていただいてよろしいですか。花芽の方はご自由によろしくお願いします。